はい、激スタです。今日も激サカの日本代表担当の竹内記者とやっていきます。はい、前回の動画で11月シリーズの2試合を振り返りやったんだけれども、今日は日本以外のライバル国が前回話したように大混戦になっているということで、この C 組のねちょっと今後を占っていきたいなと思っております。お願いします。お願いします。でまずはちょっと1チームずつねこれまでの戦いぶりをちょっと振り返っていきたいんだけれども、順位で上からまず2位が今オーストラリア唯一の勝ち点7ということで、7なんだけど1勝4分け1敗、で初戦バーレーンに負けるところから始まって2戦終わった後に監督も変わり、ただそこからちょっと息を吹き返したような感じもあって中国に勝って日本とも引き分け、でまたサウジ引き分け、バーレーン引き分け、引き分け続きなんだけども、勝ち点7で2位に上がってきたというようなオーストラリアです。どんな印象ですか、オーストラリアは。そうですね、この下の順位この前も言った通り結局日本の引き分けが響いて、7666っていう風になってる状況なんで、もう横一線だと言っても過言ではないかなと、その中でもやっぱオーストラリアが違った点はもうとにかく硬い、もうとにかく守備が硬いっていうところがやっぱり一番でかいポイントかなと。で特にやっぱりオーストラリアアーノルド監督からポポビッチ監督に変えて、守備をちゃんともう整えて戦ってるなっていう印象があります。失点も非常に少ないし、前回のバーレーン戦ちょっともう短時間で2失点してちょっと狂った部分はあったんですけど、ちゃんと守ってる時間帯にはやられない強度がしっかりあるなという印象ですね。なるほどね。確かに失点5なんだね。だから日本がまだ2だけど2番目に少ないのがオーストラリアっていうことで、そうですね。守備に関してはちょっと安定してきたところはある、そうですね。その監督変わった時に結構何人か選手入れ替えてるのが結構オーストラリアの象徴的な点なんですけど、一人キーパーがまずマッシュ・ライアン変えて、ガウチっていう、この人もプレミアでやってる選手なんで、もう全然任せられるレベルというか、オーストラリアいつもいいキーパー出てくるなっていう印象なんですけど、彼の働きも結構大きいかなっていうのと、ジョーダン・ボス選手って言って、前回の日本戦で久保とマッチアップしてた選手で、5番かな、背番号結構やらしいつき方をして、もう常に足元のボール狙ってるぞっていう感じの圧力かけてくるタイプですごい嫌だったなっていう印象がある。彼もその新体制で入ってきてレギュラー取った選手ですね。あと千葉に元いたゲリア、彼も新体制になってからで、彼はポポビッチ監督がメルボルン・ビクトリーの監督やってた時に起用してた選手で、なんかもう愛弟子みたいな感じで、そこでもう代表にも復帰してきて、でずっと使われてるっていう感じで、だから結構守備に信頼のおける選手であったり流れを変える選手、全体制とはちょっと違うっていう色を出した選手がそれを支えてるのかなと。新しい監督の色も出つつあり、ちょっと立て直しつつあるのがオーストラリア。そうですね。あと結構大きいのがフルスティッチ選手っているじゃないですか。彼が鎌田選手とかとフランクフルトで一緒にプレーしてたような選手ですけど、彼も戻ってきて起用もずっとされてて、もちろんその10番で技術もあって、やっぱ彼が入ったことによって変にカウンター受けたりとか、その行ったり来たりのサッカーをあんまりせずに済んでるのもちょっと大きいのかなと。で精神的支柱っていう意味でも間違いなく大きいなと思います。そんなオーストラリアに次ぐ3位に今いるのが、インドネシアということで、ここも1勝なんだけど1勝3分け2敗ということで、インドネシアも本当ね粘り強い試合をずっと続けてて、サウジと引き分け、オーストラリアと引き分け、バーレーンと引き分けっていうね3連続引き分けで始まって、中国には負けちゃって、日本にもその後負けたんだけども、最後サウジアラビアにホームで勝って一気に3位に上がってきた。ここもすごい健闘してるよね。そうですね、間違いなく FIFA ランク考えても今大会の台風の目というか、ビッグサプライズだったんじゃないかなと思いますね。直近でね日本も試合やってて、ホームのね盛り上がりも含めて、なかなかここから先もちょっと楽しみなチームだなっていう。そうですね、そのサウジ戦見てて一番思ったのは、マルセリーニョっていうもう
ずっとこう若い時からインドネシアを背負ってきてる選手がその試合スタメンだったんですけど、彼が日本戦に出たらもっと怖かったんじゃないのかなっていうのをちょっと感じながら見てましたね。めちゃめちゃいい選手です本当に。国内での人気ももう半端ないぐらいの選手で、アジアカップの時は実際結構日本も苦しめられた選手なんですけど、あの時は多分システム変更のこう煽りも受けて 5-4-1 みたいな感じで組んでましたけど、5-3-2の時はインサイドハーフもできるしトップもできるみたいな感じの選手なんですけど、日本戦は途中からで、彼がやっぱちょっと違いを作りました。帰化選手が多いっていうことでも話題になったけれども、日本戦の直前にもね、新たな帰化選手がこう生まれたりして、ここから来年の3月6月ってあるけど、さらにねもしかしたら選手は変わってるかもしれないですね。そうですね。そういう話も実際出てて、もうどんどんこう、今の多分インドネシアの成績を見てるとルーツがある選手は入りたいって多分思うようなチームになってる。ワールドカップに行けるかもって思えるぐらいのね、成績を今残してるからね。そうですね。でもうとにかく今層が厚くて、もともと要注意って話してたサンディ・ウォルシュ選手って言って、なんかあの時の試合後に町田浩樹選手と実は仲良しみたいな話が出てたりして、なんかベルギーで一緒に飯行ったりもするぐらいの関係性らしいんですけど、彼ももう普通に日本戦出てたら多分三笘選手とのマッチアップで攻撃的に多分盾を取りに行くような選手なんで、また違う色があっただろうし、だからなんか日本戦でこう結構前半いい戦いしたな、オラートマングン選手とかがカウンターで出てきた場面とかもありましたけど、いい戦いしたなっていうのとは別に違う選手が出てたらもうちょっとその攻め気のある試合をしたんじゃないかっていう可能性も感じるほど、サウジ戦はいい内容だったなと思いました。それだけ選手層も厚くて、戦い方の幅も出てきてるってことだよね。使う選手によって色が変わってくるっていうかね。でやっぱフェルドンク選手、小川幸輝選手とチームメイトの選手ですけど、彼も実はセンターバックでもプレーできて、この前の試合は左ウィングバックでやってましたけど、またそこで味変もできるみたいなところで楽しみなチームなの。いや、ここは本当に3月6月のこれ4試合もなかなか不気味なね、そうですね、チームになりそうだなという気が、もう僕は間違いなく次のオーストラリア戦がめちゃめちゃキーポイントだと思ってて、やっぱアウェーのオーストラリアって多分どの国も嫌だとは思うんですけど、ここでオーストラリア叩けば本当に見えてくるなっていう気がします。でそのインドネシアと、勝ち点ではこの後全チーム6で並んでるんだけれども、得失点差総得点の関係で今4位にいるのがサウジアラビア、インドネシアと同じ1勝3分け2敗、得失点差マイナス3も同じなんだけれども、得点数が少なくて4位ということで、サウジもね監督交代があったんだけれども、その後の11月シリーズも振るわず、オーストラリアと引き分け、インドネシアには負けるということで、まさかのまだ1勝。いや大苦戦と言っていいのかな。逆サプライズですね。これはもう、間違いなく日本と競ってワンツーかなって言われてるぐらいの前評判ではあったんで、苦しいですね。これだって総得点3だよ、で9月シリーズでしか点取ってないの。そう10月11月4試合連続無得点、これは重傷だよね。いや重傷ですね。でやっぱサウジの場合はもう本当に間違いなく理由は、サウジリーグが強すぎるという、外国籍選手が多くてね、なんかもう本当に攻撃陣、アタッカーがマジで試合に出られない、でそれがそのまま代表に出てるっていう。これね、そういうのずっと言われてたけど、ここまで本当にね露骨に数字に出るんだなっていうぐらい影響をちょっと感じちゃうよね。そうですね。クリスティアーノ・ロナウド、ネイマール、ミトロビッチ、ああいう選手と競ってる選手が軒並みコンディションを落としてるっていうのはもう分かりやすすぎる理由だなっていう。でもこれそう簡単に覆らないというかね、変わっていかない問題でもあるから、ここ3月6月もこのままだとちょっと苦労しそうだよね。そうですね。ちょっとただやっぱサウジの場合は背景があって、マンチーニから選手変えて再出発みたいな形でやろうとして、ちょっと攻撃的な布陣にもテストしたりしてるんですよ。ただ前回の11月は本当に負傷離脱者がちょっとありえないぐらいのレベルで続発してしまって、サレム・アルドサリっていうずっと10番つけてる選手もこの前の代表期間中だけ怪我で離脱して2試合とも出てなかったり、でも帰ったら ACL とかも全試合出てるんで、本当にあのタイミングだけ
離脱したり、中盤のアルマルキ選手がいなかったり、で新しく就任したルナール監督もともとやってた人なんで、当時のベテラン勢を結構招集してたりするんですよ。アルブライヒであったりアルファラジとか。でもそのアルファラジ、頼みの綱のアルファラジが代表期間中に前十字靭帯やって出れなくなったりとか、だからちょっとこう変えようとしたところが全部逆風っていう、不運もあったりもするよね。そこがやっぱり痛かったかな。だから、試合見ると左サイドバックのマルセロみたいな選手、おなじみのアルシャハラニっていう選手いるじゃないですか、彼が2試合連続で先発してたり、だからマンチーニの時には使われなかった攻撃的なサイドバックがちょっとこう復権してきたりとか、兆しはあるんで、次の3月そうだね、すぐね監督交代して時間のない中での11月シリーズだったから、ここでちょっと間隔も空いて3月、6月っていうところでどう立て直していくかっていうところかなっていう気がします。でこの後が5位、6位ということで、ここからプレーオフ外になってしまうので、順位を上げていきたいところなんだけど、5位がバーレーン、でここもインドネシア、サウジアラビアと同じで1勝3分け2敗ということなんだけれども、初戦でね、アウェーでオーストラリアに勝って、もうバーレーンちょっと怖いなって思ったんだけど、次の試合で日本がアウェーで5対0で勝って、その後ずっと勝ててないと。インドネシアに引き分け、サウジに引き分け、中国に負け、で最後はオーストラリアと引き分けということで、最初のオーストラリア戦以降勝ててないのがバーレーンという感じですね。そうですね、バーレーンに関しては結構こう特徴があまりないというか、だいたいインドネシアであれば帰化選手が新しくどんどん入ってきて、それによってチームを強化しながら予選を戦ってる。サウジ、オーストラリアだったら監督変えてそれをどうするかで、中国はシステム変えてどうなるかみたいな特徴がある。それぞれ結構この大会中に流れみたいなのがあるんですけど、バーレーンは結構同じ戦いをしながらしぶとく、時にはなんか疑惑の判定とかもありつつ、なんとか食らいついてきてるみたいな印象です。そうだね。日本には負けはしたけど、その他の試合で勝ち点を拾ってたりもするから、抜本的に変えづらかったりもするんだろうね。そうだと思いますね。監督変えるってことじゃないし、もちろん、選手もね、やり方も変えなくてもいけるかもってぐらいの戦績でずっと来ちゃってるからこそ、逆に大きな変化もなく、結果5位にいるっていう感じなのかもしれないけど。そうですね。でもね、勝ち点差は全然ないからね、このペースでというかね、負けずに勝ち点積み上げていけば、もちろんチャンスはねあると思いますね。なくはねないだろうから、っていうのがバーレーンなんですね。そうですね、ここからバーレーンは結構他のチーム、国々、中東の国はこの後に地元のカップ戦があったり、インドネシアも東南アジアのカップ戦が年末にあったり、ちょっと日本はないんですけど、ここからまた活動がある国もちらほらあって、多分ひょっとしたらバーレーンとサウジとか年末にそのカップ戦で国内組同士で戦ったりする可能性もあるような大会で、そういうところでちょっと調整をしながらやっていって、でバーレーン次日本なんですよね。そうだね、日本のワールドカップ出場が決まるかもしれない試合がバーレーン戦ということなので、なんかちょっとそこまで、年末の試合とかも見ながらちょっとどうなるのかっていうのを見てみたいなっていう気はしてます。で最後が最下位ということだけど、勝ち点では6なので3位と同じ、中国、で中国が、日本を除くと唯一2勝している国で、2勝4敗、逆に引き分けはないということで、初戦でね日本に 0-7 で負けてっていうスタートだったんだけれども、4戦目か、ホームでのインドネシア戦で初勝利、で続いてのアウェーバーレーン戦でも勝って2連勝ということで、最後日本に負けたんだけれども、勝ち点6で最下位だけれども2位と勝ち点1だ。中国はどうだろうね。そうですね、この中国、最下位にいる理由って得失点差マイナス10が大きいんですけど、日本にマイナス9なんで確かに除けばマイナス1か。そうなんですよそういう意味で考えると、日本相手に2戦終えてるのは中国だけなんで、確かに、それが出てるだけっていう言い方ができるなと。他の国はまだ日本戦が残ってるもんね。なので日本が順当にいけば、また中国の序列も変わってくるっていう状況ではあるとは思います。中国何が大きかったかっていうと、もう間違いなくシステム変更で、
監督がその前回の時も言いましたけど、監督が得意とする 4-3-1-2 のシステムに戻してから本当に急に調子が上がり始めたと。インドネシアはバーレーンに2連勝したんだね。はい、なのでそこが要因で、で日本もかなり苦しみましたよね。そうだよね、本当セットプレーでね、得点が生まれたから良かったものの、流れの中ではね結構苦労してた部分もあったから。そうですね、本当に嫌なスペースを大体埋められて、でみんな本当によく走るで結構嫌な掴み方とかファールにはならないけどこうちょっと遅れて入ってきたりみたいなところをすごくこう忠実にやってくるんで、なんか底抜けしないチームだなっていう印象がありますね、変わってからは。いやもう本当に最下位の中国まで全然可能性がね残っている大混戦の C 組ということで、大会のレギュレーションを改めて振り返ると、2位までが自動的にワールドカップ出場権を獲得、で3位と4位が、アジアのプレーオフに進むということで、3つのグループがあるんで A、B、C から3位4位が2チームずつ計6チームがプレーオフに行って、そこで3チーム2グループに分けて、ここで勝った1チーム1チームがワールドカップ出場権獲得で、さらにここの2位もプレーオフをやって勝てば大陸間プレーオフに行けるということで、3位4位でも全然まだワールドカップに行くチャンスはあるということで、2位争いはもちろん大事なんだけれども、4位争いっていうのもかなり大きいのがこのアジア最終予選になってますと。ということでここでね竹内記者にどこが2位になるのかちょっと予想してもらおうかなと思うんだけれども。2位か、日本の1位はねもうほぼほぼ決まってるようなものなんで、2位争いっていうのが今後大きな焦点になってきそうだけれども、ズバリどうでしょう。そうですね、やっぱりここからサウジアラビアが自力の差を見せつけるかなっていうのが正直な予想ではあります。巻き返せるかね、ここからね。そうですね、本当に怪我人が多くて、さっき言及しなかったけどキーパーも怪我でいなかったりとか、本当にいない選手が多すぎて、でこの調子が悪い中で迎えるこの4ヶ月ぐらいの中断期間、ここはやっぱりサウジにとってはかなり大きく働くんじゃないかなと。やっぱり90、11月って流れは監督変えるにしても変えにくいし、でやっぱり代表チームって本当に戦力を整えられるかが一番大事っていう点では、本当怪我人がいたり出場停止で穴埋めを探さなきゃいけないみたいなところがやっぱ非常に難しくなるんで、そこの年を明けて戦力を整えた上で次に臨めるっていうのは非常に大きいんじゃないかな。サウジは3月の1戦目がホームで中国戦ということなんで、ここはもう絶対に勝ちたい試合になる、その次がアウェーの日本戦なんだけども、日本がもうワールドカップ出場を決めてる可能性もあるかなっていう試合ではある。日本が次バーレーンに勝てば決定、引き分け以上ならもう高以上の結果で可能性ありっていう状況なんで。で6月はサウジが1戦目がアウェーバーレーンで、2戦目がホームオーストラリアってことで、中東で2試合連続でできる、それも大きいです。メリットもある。ここの最後のサウジアラビアってめちゃめちゃ強い印象があるんですよね。なるほどね。毎回だいたいサウジってここで凄まじい強さを見せて、で夏のホームの気候とかも生かしつつ結局ストレートインしてるみたいなところがやっぱりサウジアラビアなんで、日本に仮に負けたとしても、ホームである中国戦と、中東であるバーレーン戦、オーストラリア戦、勝ち点ここの3試合で9取ればね、2位になりそうだなっていう気はちょっとするかな。そういう感じの予想です。ただ1個可能性があるとすれば、サウジと対戦がないインドネシアがどう出るかだと思うんですよ。サウジがいけないとしたら、もうインドネシアが本当に勝ち点を積み上げた場合に関しては結構サウジが怖いんじゃないかなと思ってて、インドネシアはもうすでにサウジ相手に勝ち点を4取ってますと、だからその時点で両チームが並んだ時には優位な状況になりますと。当該対戦になったとしてもインドネシアの方が有利だと。でじゃあインドネシアがどう勝たなきゃいけないかっていうと、僕はもう次のオーストラリア戦がほぼ全てだと思っていて、でオーストラリアアウェーで3月気候も非常に違う中でインドネシアのチームがどう戦えるかで、ここでオーストラリアに勝てばインドネシアが勝ち点9になってオーストラリア7で逆転もできると。こうなれば
本当にインドネシアの2位以内が現実的に見えてくるのかなと。大一番だねここはね。でインドネシアがもう一個有利なのは日本戦が本当に一番最後なことなんですよね。そうだね、6月10日、最終節。で前回も言いましたけど、やっぱりインドネシア多分ここにとてつもない気合を入れてくることであろうことが予想できる一方、やっぱり日本はどうしてもちょっとお祭りムードになるのは避けられないかなと。難しいね日本、オーストラリアアウェーでオーストラリアとやって戻ってきての試合だね。いやそれもきついんですよね。オーストラリアからの連戦っていつも日本は苦労するイメージしかないんで。そうだね、突破は間違いなくもう決まってるだろうし、どんな試合になるか、難しいね。そうですね、前回も日本はベトナム相手に 1-1 のドロー突破決めた後の試合でね、でやっぱり会場の空気としてももうワールドカップに送り出すような空気感になってたり、ちょっとやっぱピリピリ感っていうよりは祝賀ムードにならざるを得ない。でも片やインドネシアは多分バキバキに気合が入った状態で、多分この2位以内が現実的にありえるような状況だったら本当に多分危機迫るムードでかかってくるし、仮に2位がもし厳しかったとしても4位争いはね絶対してるだろうし、その消化試合ってことはありえないと思うから、向こうからしたらね。前回はね確かに日本オーストラリアで決めて、あの時はオーストラリアで決めて戻ってきてのベトナム戦だったんだよね、ホームでね。で引き分けてしまったというので、ここはどうなるかわからないけれども、インドネシアも全然チャンスはありそうっていう感じだね。そうですね。でやっぱオーストラリアはだからやっぱそこの逆というか、次のインドネシア戦でしっかりホームで勝って勢いつけられるかっていうところがかなりテーマになるとは思います。そうだね、オーストラリアはホームでインドネシアとやって、アウェーで中国、6月がホームで日本とやって最後アウェーでサウジアラビア。きつすぎます。6月の2試合が厳しいのがオーストラリアだよね。もうポット2の宿命ですねこれは。ここまで今2位に1ポイントリードしてるけれども、確かに3月シリーズで勝ち点を6伸ばしておきたいのはオーストラリアかもしれないね。そうですね。なのでそこを次でインドネシアにどう戦えるかがもうオーストラリアにとっても結構全てって言えるような状況なのかなと感じてます。となると、竹内記者の予想的には、2位がサウジアラビアだとすると3位4位はインドネシアオーストラリアかなっていう感じ。そうですね、インドネシアの方が条件的にも今の勢い的にも、あとひょっとしたら戦力的にもちょっと上回ってるんじゃないかなっていう気もしてるぐらいですね。バーレーン中国はちょっと下にかな。そうですね、中国はもう一個変化が欲しいです何かスーパーエースが出てくるとか、ひょっとしたら元来の中国の戦略であった強烈な帰化選手が入ってくるとか、なんかもうパウリーニョ級が入ってくれるとかそれぐらいないとやっぱり 4-3-1-2 でうまく守れてもう一個っていうところがなかなかないのかなっていう気がします。そうだね、ただ中国はねさっきも言ったように日本との対戦はもう残してないから、3月がアウェーでサウジ、ホームでオーストラリア、この2試合も厳しいけど、で最後がアウェーでインドネシアとやって最終節がホームでバーレーン。なるほど、最後中国対バーレーンなんだね。そうですね。そうか、ワンチャン勝った方が4位とかっていうこともっていうのもありそうですね。確かに。で上が直接潰し合ってる間にみたいなことも、いや最後までもつれそうだな本当にこのグループは。そうですね。ここも確かに面白そうですねいやどの試合も注目だよね、こうなってくるとね。そうですね。でだからあとはあんまり想像はしたくないですけど、日本が変な勝ち点の落とし方をしたりするともう一気にこの勢力図を変えてしまう可能性があるんで、多分他のチームからすると日本余計なことするなよっていう思ってるチームはいっぱいあるんじゃないかな。対戦国以外はちゃんと日本勝ってねって思ってるってことだよね。絶対そうだろうな。そうだね。でもこれ日本突破決めた後の試合はね、それこそなんかテストじゃないけど新しい選手を使うとかシステムをちょっと変えるとかそういうこともね、やるだろうから。そうですね。日本側からするとやらせてくれよっていう感じではあるんで、何のために今まで勝ってきたんだよっていう話でもあるんで、そうなってくるとね、ちょっともしかしたら結果は思ったようなじゃないかもしれないっていうので、残り勝てないから。そういう意味では次の3月って、でもやっぱりメンバーはもう
3月はガチで行かざるを得ないと思うんで、6月が1個そこはテーマになるのかなっていう気もします。そうだね、6月、海外組はちょうどオフに入るタイミングだから、今までの経験から言うと全員呼ぶけどね、オフ前最後に。そうですね、どうなんだろうね、そこが見えないけど、ただやっぱ普段今まであんまり呼んでなかった海外組をちょっと多めに呼んで、そういう選手を起用してみたりとか。そうだね、起用法はちょっと変わるかもしれないもんね。そうですね、というわけで今回の激スタでは大混戦の C 組ということで、ライバル国のね、現状であったり今後の見通しについて話してきました。はい、本当どの1試合も注目試合になりそうで、日本の試合はもちろんなんだけども、他のね国の試合もちょっと注目して見ていけたらなと思っています。そうですね。はい。はい。で激スタ、次回は、2024年も終わりということで、2025年の年間スケジュールみたいなのも、JFA からそろそろ発表されてくると思うので、来年の、A 代表はもちろんなんだけども、他の各年代のスケジュールなんかも見ながら、どんな1年になるかとかというところを、注目して楽しんで見ていったらいいかっていうのをちょっと話していけたらなと思います。そうですね。次回やっぱりその来年って、アンダー20と17のワールドカップがあったりとか、本当フル代表だけじゃなくて結構世代別の注目の1年になるかなっていう気がしてるんで、そういう展望とかもできたらいいなと思ってます。というわけで今回の激スタは以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。